エウーゴの試作型可変 MS、TMS でゼータガンダムの直径の発展機、機体が3機の戦闘機に分離、変形するのが最大の特徴で、MS 形態から1機の大型戦闘機に変形することもできる。頭頂部の大出力ビーム砲、ハイメガキャノンをはじめとする強力な火器を多数装備し、当時の MS の中でも屈指の攻撃力を持つ自動アーシタがゼータガンダムに次いで主に登場し、ネオ・ジオン軍と戦う。開発経緯。宇宙世紀80年代後半に MS 開発は激動期を迎えるムーバブルフレーム構造を採用した第2世代から変形機構を備えた第3世代、さらにニュータイプ NT 対応機能を備えた第4世代といった MS 数世代分の進化がこの時期に集中している。1年戦争以降進められてきた広告系と連邦系の技術融合の恩恵もあり、 MS の短期あたりの性能は大きく向上する。しかし性能向上に伴う付加機能の方が脚光を浴び始め、 MS 本来の白兵専用との範疇を超える多様な機能が搭載されるようになり、徐々に巨大化を余儀なくされている。この時点で MS は進化の袋小路に入り、恐竜的進化を遂げつつあった。こうしたグリプス戦役にかけてアナハイムエレクトロニクス A 社では新型ガンダム開発プロジェクト G 計画が発足、複数の社内チームが設けられ、それぞれ並行する形で試作機が開発された。同計画は大別して現行 MS 強化型ビッグディアスなど TMS メタスやゼータガンダムなど TMS 発展型本機の3種類が競合していた。本機の開発計画そのものはゼータガンダム完成の2年前から存在したものであったが、社内競争や制作の遅延から棚上げされていた。特に技術的な観点ではジェネレーターやメガコンデンサーの実用化の目途が立たなかったことが開発を見送られた要因の一つとなっている。そうした中 G 計画はエウーゴのジャグロー攻略を踏まえてゼータ計画に推移し、本機に先行してゼータガンダムが完成する。しかしながら実戦投入された後はティターンズが投入する新型機によって性能的優位は長続きせず、本機の開発が再開される。ゼータ計画以前の機体であった本機もまた当時 A 社において進行中であったゼータ計画で開発される運びとなった。まずはゼータガンダムをはじめとする可変 MS のコンセプトを発展させ、分離合体という要素を加味した飛行試作型としてプロトタイプが製造されるが、この時点では上下半身がそれぞれ2機の戦闘機に変形する機構となっている。しかし同機は試験結果が好調ではなく、機体構成的に十分なジェネレーター出力が得られなかった。またテスト中の事故を受け、コアブロックシステムの採用が提案されている。こうしてグリプス戦役中に開発が再開されたものの、戦時完成には至らず、その収益は第一次ネオジオン構想からとなった。プロトタイプを経て完成した本機はビッグディアス別名ガンマガンダムから数えて6番目のアナハイムガンダムとしてシータの開発コードを持ち、別名シータガンダムとも呼ばれる。 RX78 ガンダムの再現のみならず G アーマーを加えた運用システムを単体で再現しようとしたものである。 A、B パーツそれぞれにジェネレーターや変形機構を搭載することで別個の戦闘メカニズムとしての運用を可能とし、効率的な展開能力を付与された。またムーバブルフレームやマグネットコーティングは標準で導入されている。 RX78 ガンダムの発展系としてコアブロックシステムが導入されている。理由の一つは全天周囲モニターを兼ねた脱出ポッドの回収率が想定より低かったという信頼性の問題と A、B パーツおよびコアファイターの3パーツそれぞれに熱核反応炉を搭載することによる初期構想におけるジェネレーター出力の達成を踏まえての措置である。脱出ポッドの回収率は人的資源に乏しいエウーゴにとっては大きな問題であり、コアファイターによる生還率は1年戦争時から高かった。もう一つの理由は火力の充実である。大型艦艇をも凌駕する重火力 MS に対抗するため、エウーゴ首脳陣は A 社に50メガワットクラスの
大出力ビーム兵器の搭載を要求した。また同時に機動性維持の観点から全高を20メートル以内に収める要求も提出された。A 社の技術陣は小型高出力のジェネレーターを開発したが、それでも要求を満たすにはやはり熱核反応炉3機分の出力を必要とした。2機での搭載には MS の全高が25メートル以上必要だったため A、B、コアブロックの3分割方式とされたのである。こうしてダブルゼータガンダムは宇宙世紀88年3月3日に A 社でロールアウト。同年4月12日に実戦配備が行われた。その後は実戦投入から第1次ネオジオン構想集結に至るまで強化型ダブルゼータガンダムやフルアーマーダブルゼータガンダムなど様々な強化がなされていった。初言ダブルゼータガンダム形式番号 MSZ010、全高 21.11 メートル、頭頂高 19.86 メートル、本体重量 32.7 トン、全備重量 68.4 トン、装甲材質ガンダリウム合金、出力 7340kW、推力 21,700kg×2、14,400kg×4、総水力 101,000kg、センサー、有効半径 16,200m、武装、ダブルバルカン ×2、ハイメガキャノン、ハイパービームサーベル、ダブルキャノン ×2、ダブルビームライフル、21連装ミサイルランチャー ×2、ウィングシールド ×2、搭乗車、自動アーチタ、その他、姿勢制御用バーニア ×32、ダブルゼータガンダムは、ゼータガンダムの直径の発展型となる大出力のジェネレーターと火器を持つ機体であるが、機体全高は20メートル前後に収めるというエウーゴの規格に基づいたサイズとなっている。本機の特徴の一つは、合体変形機構を備えた第3世代 MS としての特性にある。加えて、本機には準サイコミシステムのバイオセンサーが搭載されており、第4世代 MS の条件も満たす。これら複数の機能を盛り込んだダブルゼータガンダムは、他に類を見ない複雑な機体構造を抱えながらも、第1次ネオジオン構想における随一の高性能機として結実していたのである。バックパックに搭載されるミノフスキーイオネスコ型熱核反応炉エンジンは本来であれば空中艦艇に搭載され、短期でその艦艇の全電力を賄えるクラスのものである。MS 携帯時には加速用のメインスラスターユニットとして機能し、大型空中艦艇並みの推進力を機体にもたらす。モビルアーマー M、A 形態から MS 形態へ移行する際、腕部、脚部の大口径ノズルは機体内部に格納される。この際には総合推力が減少したように見えるが、余剰出力は全身に分散配置された姿勢制御スラスターへ供給され、実際に稼働するスラスター数は増加している。その他の機動ユニットとしては、腕部のシールド兼用のフレキシブルウィングバインダーや肩部のショルダースラスターバインダーなどを搭載する。機体各所には計32機のサブスラスターを搭載する。これは同時代の他の MS と比べ、設置数及び分散率において突出しており、格段に素早いキー変更が可能であったとされる。また、重層的な構造を持つ可動モジュールと装甲はマグネットコーティングを標準で施された各部のヒンジやスライドレールによって分離しつつ前後に結びつき、本来矛盾する機能である柔軟性と堅牢性を同時に実現するとともに、瞬間的な機体の変形を可能としている。とりわけ本機の脚部構造は複数の要求を満たす試行錯誤が結実したものであり、多数のスラスターを内蔵した上で歩行機動ユニットとして高い完成度を有している。ただし本機はシステム面での複雑化からその整備性は劣悪なものとなった。生産性も悪化している。装甲はガンダリウムガンマを使用した多重空間構造である。耐水圧性能も高く、至近距離での MS の爆発にも耐えられるという。メガ粒子ビームの直撃を完全に防御することは不可能だが、バインダーはシールド並みの強度があり、万一の場合はこれを用いてコクピットへの被弾を防ぐ。本機の機体管制システムには NT 対応のインターフェースとして簡易サイコミシステムであるバイオセンサーが搭載されている。このデバイスはゼータガンダムに搭載されたバイオセンサーの改良型であり、脳波制御によって操縦系のサポートが行われることで機
機体の追従性が向上している。ただし NT 能力の低いパイロットが登場した際は作動しないように保護機能が施されている。ダブルゼータガンダムにおいてはこのユニットをコアブロックに搭載しており、コアファイターごとにパイロットの脳波パターンを入力することでバイオセンサーのシンクロを向上させている。通常のサイコミは主にコクピット周辺に搭載されるが、本機のそれはコアブロックのメインプロセッサーを中心として機体各部に端末が分散配置されている。このシステムはサイコミのコンパクト化、高密度実装化の点で有利であり、ネオジオンのフルスペックのサイコミと同等のレベルに達している。一方で NT パイロットの登場を前提とした機体追従性は本機の操縦難度を非常識なほどに高いものとしてしまっている。このため TNT パイロットの登場を考慮してリミッターが設けられていたとする証言もある。メンテナンス性についても乾燥システムを利用して機体構造をユニット化することで乾燥回収を容易にする措置が取られていたが、機体内部には複雑な構造を有する部位が多数存在するため高度な技術と設備が要求される。また高いジェネレーター出力や火器を持つ反面エネルギー消費が激しく長期戦には向かないとされている。しかし当時の MS はいずれの勢力の機体も同傾向にあり、また本機の場合は武装追加も可能であることから十分な性能ともされる。実戦投入された本機は単独でのアクシズへの潜入、機関や砂漠地帯での数日間に及ぶ移動といった整備、補給のままならない状況での作戦行動を遂行しており、十全な性能を発揮している。またブロック構造の恩恵によってフルアーマーダブルゼータへの換装はネオジオンの内覧に介入していた最中のネールアーガマ管内で行うことができた上、この作業はメンテナンスに並行して数時間程度で完了したとも言われている。この作業はダブルゼータガンダムのオーバーホールも兼ねていたという。さらに第1次ネオジオン構想で喪失した B パーツを新規建造のパーツで補ったダブルゼータ GR へのレストアなども可能としている。分離、合体、MS、M、A 形態時における機能分化はより徹底したものとなっており、各形態時に使用しないモジュールは極力最終走行内に格納されるよう配慮されている。この機能はいずれかの形態において損傷を被った場合、モード変換を行うことで機能を補うフェールセーフ効果を機体に付与している。腕部脚部のスラスターユニットは MS 形態時には収納されるため一見総合推力が減少するように見えるが、実際には機体各部に分散配置された小型スラスターが新たに稼働し、推力の分散によって効率的な起動が可能となるため MS としての機動力は向上する。逆に M、A 形態時には推力が単一方向に集中するため加速能力が飛躍的に向上する。変形機構の採用による機構の複雑化というデメリットはあったものの、サブフライトシステムの支援を受けずに航空作戦へ移行し、距離的に隔絶した戦域への迅速な移動を単独で可能とする機能は戦術兵器として以上に戦略的にも大きな意味を有していた。大気圏内において有力な地上戦力の支援が望めない N5 にとっては母艦に制限されない本機の作戦行動範囲と艦砲級の火力による拠点制圧能力は多大なメリットとなったのである。巡航形態は G フォートレスと呼ばれ、強力な重戦闘爆撃機としての機能を持つ。分離後の各パーツはいずれも共通の制御ユニットとしてコアブロックを兼用する設計であり、コアファイターを接続することでそれぞれコアトップ、コアベースと呼ばれる戦闘機として運用可能である。コアトップには戦闘機としての、コアベースには攻撃機としての異なる機能が盛り込まれており、多角的な運用を可能とする。またコアファイターを含め各々が航空・空中戦闘機として機能し、コアトップおよびコアベースは状況に応じてドッキングし G フォートレスまたは MS 形態へ移行する。出撃時に分離形態であれば各パーツの操縦システムとなる
3機のコアブロックは合体起動時には A、B パーツのパイロットが不要となるため余剰となる2機のコクピット。コアブロックは中核となる1機を残して戦線を離脱する。コアブロックの転用はエウーゴの機体サイズ規格との兼ね合いでもある。A、Bコアブロックは各々が独立した機動兵器であり、合体形態時には必然的に一部の機能やシステムが重複することとなる。このため、たとえ一つのパーツが不調であったとしても、残りのパーツによる機能代替、補完がある程度は可能であり、機体全体としては稼働できる。また、これら3つのパーツは、それぞれに小型の独立した核融合炉を持っている。第1次ネオジオン構想。グリプス戦役終結後、エウーゴの巡洋艦アーガマは、サイド1、一番地のコロニー、シャングリラへ寄港する。その際、疲弊した戦力を補うため、自動アーシタをはじめとする、シャングリラの少年少女たちを、新たなクルーとして招き入れる。同時に、アーガマは、ダブルゼータガンダムの中枢である、コアファイターをラビアンローズより受領する。出港後、さらに B パーツであるコアベースを受領し、配備する。その後の戦闘で、アクシズ士官マシュマーゼロの登場する AMS ハンマの攻撃で、ゼータガンダムが稼働不能となる。この際、ジュドーの仲間である E のアッパー部が、最後のパーツであるコアトップを搬送しつつ、戦闘空域に到着する。ジュドー登場のコアファイターは、戦闘中にコアトップ及びコアベースとの合体を実施し、新型 MS ダブルゼータガンダムへ変形する。この初戦でダブルゼータガンダムは圧倒的な威力でハンマを撃破する。以後、ダブルゼータガンダムはいわゆるガンダムチームの中核として第1次ネオジオン構想下で実戦運用される。実戦配備されたダブルゼータガンダムは首席パイロットとなった。ジュドーの才覚もあり、R、ジャジャやバウといったアクシズのエース機を次々と撃破していく。ジュドーはダブルゼータガンダムを巧みに操り、ネオジオンのニュータイプ、少女エルピープルが登場するニュータイプ専用 MS キュベレーマーク2との交戦時には、ファンネルによる攻撃にもひるまず応戦している。アクシズ随一のベテランパイロットであるラカンダカランカルトライセンによる吸収を受けた際には、ジュドーはラカンの卓越した技量の前に苦戦するものの、仲間の助けもあり、これを退けている。地上へ降下した後、ダブルゼータガンダムはネオジオンによって制圧された連邦議会都市ダカールを目指し、ガンダムチームと共に砂漠を横断する。幾度か旧ジオン残存兵力の手、誰たちの操る局地専用 MS 部隊による襲撃を受けるものの、ダブルゼータガンダムは過酷な環境下においても戦い抜き、これらを打ち破っていく。ネオジオンはダブリンにコロニー落としを実行し、避難民救出のためにコアファイターで出撃したジュドーは、ラカンダカラン率いる制圧部隊と遭遇する。新型の 10MS ザク3を操るラカンは合体中の隙をついてジュドーのコアファイターに迫る。この際、カラバを指揮する隼人小林の援護により、ダブルゼータガンダムは辛くも合体に成功するが、隼人の機体はラカンによって撃墜される。ジュドーは怒りを爆発させ、ラカンとの壮絶なドッグファイトを展開する。しかし、直後にコロニーが地表に落下し、周囲は閃光に包まれる。爆風の中、ラカンはなおもダブルゼータガンダムに襲いかかるが、ジュドーの気迫はラカンを圧倒し、これを退ける。それと前後し、ネオジオン巡洋艦サンドラからサイコガンダムマーク2がアーガマ追悼のために出撃する。そのコクピットにはエルピープルの双子の姉妹に等しい強化人間プル2が座していた。ダブルゼータガンダムはサイコガンダムマーク2との空中戦を展開するが、熱核反応炉の加熱が限界値に達し、出力が低下し始める。徐々に劣勢に追い込まれ、サイコガンダムマーク2の一斉砲撃がダブルゼータガンダムを襲った際、プルのキュベレーマーク2が両機の間に介入する。キュベレーマーク2はダブルゼータガンダムの盾となって直撃を受け、爆散してしまう。プルを失ったジュドーの怒りに応じてダブルゼータガンダムのパワーは上昇し、サイコガンダムマーク2を撃破する。再び宇宙へ上がったダブルゼータガンダムは心臓戦艦ネールアーガマを新たな母艦とする。ジュドーはパイロットとして成長を遂げ、高機動の新型 MA ジャムルフィンやサイコミュ兵装および重火力を有する 10MS ゲーマルクを退ける。ネオジオン勢力の内紛もあり、
整絶な殲滅戦の様相を呈する第一次ネオジオン構想集団。その決戦を控えた時期に、ダブルゼータガンダムは、フルアーマーダブルゼータガンダムへの換装を受ける。ラカン操るインコムシステム搭載の 10MS ドーベンウルフを一周し、プル2の登場するニュータイプ専用巨大 MS クイーンマンサと対峙して、その攻撃を封じ、沈黙させる。第一次ネオジオン構想最終局面においては、フルアーマーパーツを外し、ネオジオンの指導者、ハナーン・カーンの登場する、キキキュベレートの一騎打ちに臨む。最終的に、両者のビームサーベルが交錯し、サワンと左足を切断されるも、キュベレイの下半身と両腕を切断、敗北を認めたハマーンの自爆により、戦いは幕を閉じる。その後、爆炎に包まれるモーサを脱出する際に、コアファイターに分離して脱出を図るが、A パーツが分離できず、危機に陥る。しかし、収容されたプル2の指す地点に、レールアーガマがハイメガ粒子砲を撃ち込むことで、突破口が開かれ、柔道は無事に帰還する。その後、第一次ネオジオン構想終結後、ハマーンとの決戦で失われた B パーツ以外は木星へ旅立つ。ジュドーと共にジュピトリス2に搬入され、下半身は仮説のメカニズムに換装して運用される。後に地球圏に残ったリーナ・アーチタがバースデープレゼントとして近畿に製造。ジュピトリス2へとコンテ内装されたコアベース B パーツが地球圏から届けられ、本来の性能を取り戻している。以降、今機は木星の高重力環境でも支障なく稼働したとされる。チャンネル登録、高評価お願いします。